自分は本当は騙されているのではないか、そう不安になる感覚について深く掘り下げていきましょう。仕事や勉強で成果を出しても、心の奥底で自分には才能がない、この成功はたまたま運が良かっただけだという声が聞こえてくることはありませんか。その声が大きくなると、達成することへの不安、つまり成就不安に変わり、自分への評価がずっと揺れ動くことになります。今回はこうした心の罠を科学に解き明かします。作り上げられた偽りの自分である偽自我と本当の自分である真の自己の関係を見つめ直し、完璧主義という考え方の危うさについても触れながら、具体な解決策をお伝えします。まずはインポスターシンドロームという言葉の意味から確認しましょう。これは周りからは有能だと思われているのに、本人は自分の力を低く見積もり、成功を運や偶然のせいにしてしまう心のパターンのことです。アメリカの大学院生を対象にした初期の研究では、特に高学歴の女性に多く見られたと報告されています。これは病気としての診断名ではありませんが、多くの職業で見られる現象です。これが起きると、自分にはできるという感覚が弱まり、自分を厳しく監視しすぎてしまいます。この状態が引き起こす成就不安とは、成功した経験があっても、それを自分の力として受け入れられない状態です。そのため、次の挑戦に対して必要以上に強い緊張してしまいます。例えば、プレゼンがうまくいった後でも、次は失敗するのではないかと不安が渦巻き、その結果、働きすぎや睡眠不足に陥ることがあります。こうした不安は、単なる緊張ではなく、脳の中の感情を司る回路が過敏になっていることが、神経科学の視点から示唆されています。最新の脳の画像研究によると、この感情が強い人は、ぼんやりしている時に働くデフォルト、モード、ネットワークという回路が過剰に働いています。そのため、自分に関する否定な考えを繰り返し反芻してしまうのです。また、恐怖や不安を感じる扁桃体という部分が過敏になり、それを抑える前頭前の機能が十分に働かないため、ネガティブな思考が止まらなくなります。こうした脳の活動が自分への評価を揺らし、偽りの自分を固定させる仕組みになっています。ここで大切なのが偽自我という考え方です。偽自我とは、他人から期待される理想の姿や社会な評価に合わせて作り上げた表面な自分の姿のことです。外から褒められても、内側では本当の自分には価値がないという強い思い込みが残っています。一方で、真の自己とは、その人が本来持っている欲求や感情、価値観に基づいた本当の自分です。インポスターシンドロームは、この2つの自分が離れ離れになった状態を放置することで、慢性な不安と自分を否定する悪循環に陥らせます。完璧主義は、この偽りの自分を支える大きな要因です。完璧を求める姿勢は、一見すると高い成果を出すように見えます。しかし実際には、失敗への強い恐怖と結びついており、柔軟に学んだり、新しいものを生み出したりすることを邪魔します。完璧主義の人は、白か黒かという極端な考え方に陥りやすく、少しのミスをしただけで、自分という人間すべてを否定してしまいます。このような考え方の歪みは、脳の前欧微情皮質という部分の過剰な活動と関係しており、感情をコントロールすることを難しくさせます。では、こうした心と脳の課題にどう向き合えばよいのでしょうか。最も根拠がある方法は、認知行動療法です。この方法では、まず、自動に浮かんでくる否定な考えを紙に書き出し、それが本当かどうかを確かめます。自分は運が良かっただけだ、という考えが出たら、それに対して、過去にどれだけ努力したか、どんなスキルを使ったかという具体な証拠を集めて、成功の理由を正しく書き換えます。さらに、成功した体験を日記に書き留め、定期に見返すことで、自分にはできるという感覚を少しずつ高めていきます。また、自分を慈しむ、セルフコンパッションという実践も有効です。自分に優しい言葉をかけ、
失敗しても責めずに受け入れる姿勢は、前頭前脳を活性化させ、不安を感じる扁桃体の過敏さを抑える効果があります。具体には、毎晩寝る前に、今日の自分は頑張った、と声に出して言うだけでも十分です。これにより、脳の報酬系が刺激され、自分を肯定に捉えられるようになります。さらに、マインドフルネスを取り入れることもおすすめです。呼吸に意識を向け、今この瞬間の感覚を観察することで、脳のデフォルト、モード、ネットワークの過剰な働きを鎮めます。これにより、過去の失敗や未来の不安にとらわれる思考パターンを断ち切ることができます。短い呼吸トレーニングと、これはただの不安の声だ、と自分の思考に名前をつけるラベリングを組み合わせるだけで、自分を責める回数が明らかに減ることが研究で示されています。最近では、デジタル、フェノタイピングという技術が進んでいます。スマートフォンの使い方や声のトーン、睡眠のリズムなどの行動データから、インポスター感情の兆候をリアルタイムで見つけることができるようになっています。例えば、夜中に自分を責めるメッセージを頻繁に送る傾向があるとき、システムが警告を出し、助けとなるコンテンツやチャットボットが自動に作動します。ただし、個人情報の扱いには注意が必要です。目を明確にし、名前を伏せてデータを扱い、ユーザーがいつでも停止できる権利を保障することが不可欠です。AI を活用した一人一人に合わせたアプローチも注目されています。個人の考え方の偏りを学習したシステムが、完璧主義な思考に合わせた3分間の呼吸トレーニングや、自分を肯定するための質問を提示します。これにより、対面でのセラピーではハードルが高かった自分の弱さを見せる怖さを乗り越えやすくなります。もちろん、AI の情報把握まで補助なものであり、専門家の指導の下で活用すべきです。ここまで、インポスター、シンドロームと常時不安、偽りの自分と本当の自分、完璧主義の問題、そして科学な対処法についてお話ししました。最後に、具体な実践ステップをまとめます。第一に、毎日の思考記録を始めましょう。朝起きた時や仕事の合間に、自分はダメだ、成功は偶然だ、といった言葉を書き出します。その横に、実際に達成した成果や、周りからもらった褒め言葉を書き添えてください。これを週に一度見返すことで、考え方の偏りに気づけます。第二に、自分を慈しむことを習慣にします。鏡の前で、今日はよく頑張ったね、と優しい言葉をかけてください。これで脳の報酬系が働き、自分への評価が安定します。言葉に詰まったら、好きな花や自然の風景を思い浮かべながら、自分は価値ある存在だ、と心の中で唱えてみてください。第3に、呼吸とマインドフルネスを組み合わせます。背筋を伸ばして座り、ゆっくり鼻から吸って、口から吐き出します。吸うときに安心、吐くときに不安が手放される、と心の中で名前をつけます。これを5回繰り返すだけで、脳の過剰な活動が静まり、冷静さを取り戻せます。第4に、デジタルツールを活用しましょう。健康管理アプリに、自分をチェックするリストや呼吸トレーニングの通知を設定します。感情の変化を検知したときに、短い動画や音声ガイドで自分を肯定するコンテンツが出るようにします。利用する際は、プライバシーポリシーを確認し、データの共有範囲を限定してください。第5に、信頼できる仲間やメンターと話をすることです。自分が抱えている不安を率直に話すことで、客観な視点や励ましを得られます。特に、同じ業界や似た経験を持つ人との交流は、自分への評価のバランスを取るのにとても有効です。これらのステップを続けていけば、偽りの自分に縛られた考え方が少しずつ緩み、本当の自分が自然と現れるようになります。完璧主義にとらわれず、失敗や不完全さを成長のチャンスと捉えることで、自分の価値は外からの評価ではなく、内側から湧き上がるものに変わります。忘れてはならないのは、インポスター、シンドロームは個人の問題だけではなく、組織や社会の仕組みにも根ざしているということです。会社や学校が
成果だけを追い求める考え方を強いると、人は無意識に偽りの自分を強め、不安が広がります。だからこそ、評価の基準を見直し、失敗を許し合う文化を作ることが重要です。組織全体が完璧さではなく、学びと成長に価値を置くようになれば、この不安な感情は自然と薄れていくでしょう。今日のテーマである、インポスター、シンドロームと成就不安、自己理解の科学、偽自我、完璧主義について、皆さんの心に響くヒントがあれば幸いです。続いて、インポスター感情を客観に測るためのデジタルツールについて、具体な事例と、その仕組みについて深掘りしていきます。デジタル測定プラットフォーム、インポスターインサイトの全容についてです。2018年にアメリカのスタートアップ企業、ニューロメトリクスが立ち上げたインポスターインサイトは、心理学者とデータサイエンティストが共同で設計したプラットフォームです。最初は大学院生向けのツールとして作られましたが、試験を経て、企業の研修や医療機関でも導入されました。開発チームは、この現象が、自分をどう捉えるかという歪みだけでなく、行動パターンの可視化からも捉えられると考えました。そこで、スマートフォンのセンサーデータ、文字入力、声のトーンをまとめて解析する手法を採用しました。データの取得は、3つの層で行われます。1つ目は行動層です。アプリを使った時間や、タスクをどれだけ完させたか、メールを出す頻度などのデータを集めます。2つ目は言語層です。日記やチャットの文章を自然言語処理という技術で解析し、自分を責める表現がどれくらい出ているか、感情のスコアを算出します。3つ目は音声層です。通話や音声メモの高さ、話す速さ、抑揚などを抽出し、ストレスの度合いと自分ならできるという感覚の相関をモデル化します。これらの3層のデータは、時間の経過とともにまとめられ、ユーザーごとのインポスター指標として数値化されます。この指標は0から100までの数値で示され、70以上になると高リスクと判定され、対策が推奨されます。アルゴリズムの核心にあるのは、ベイズ推論です。ここでは、過去の自分をどう評価していたかというデータと、今この瞬間のリアルタイムなデータを組み合わせて使います。これにより、偽物のような感覚、つまりインポスター感情が起きる確率を常に最新の状態に更新していく仕組みです。さらに、トランスフォーマーという種類の深層学習モデルを活用します。これは、文字によるテキストと声のトーンという2つの情報をまとめて分析することで、ごくわずかな感情の変化も見逃さずに検出します。また、因果推論ネットワークという仕組みも取り入れています。例えば、不安から仕事を後回しにするという行動が感情のスコアにどう影響したのか、逆に感情がどう行動を変えたのか、この互いの影響を同時に分析します。こうした何層にも重なったアプローチによって、単なるアンケート形式の自己報告という限界を乗り越え、本人さえ気づいていない潜在な不安を早い段階で捉えることができるようになりました。これは大きな革新と言えます。次に、実際にこの仕組みを導入したテック企業、A 社の事例を見てみましょう。シリコンバレーにある中規模のスタートアップである A 社では、社員の離職率が 30% を超えるという深刻な課題を抱えていました。特にエンジニアたちの間で、自分は実力不足だという声が多く聞かれ、それがプロジェクトの遅延や、新しいアイデアが生まれにくい状況を招いていました。そこで2020年4月から1年間、全エンジニア120名を対象にプロジェクトを実施しました。インポスターインサイトというツールの導入に加え、月に一度のフィードバック会議を行い、AI が導き出したセルフヘルプのコンテンツを配信しました。その結果は驚くべきものでした。インポスター指標の平均値は68から42へと大幅に低下しました。離職率も 31% から 18% まで下がり、プロジェクトの納期を守る割合は 62% から 85% へと向上しました。社内の満足度についても、5段階評価で 2.8 から 4.1 へと大きく改善したのです。数字だけでなく、中身にも変化が現れました。
AI が提案する最近成功した小さなタスクは何ですかというような高低な問いかけを使い、上司と部下が向き合う時間が増えたことで信頼関係が深まりました。また、失敗談を共有するフェーラーフライデーという金曜日のイベントが定着し、失敗を学びの材料として捉える文化へと変わっていきました。個人の感情を測ることが組織全体の文化を変え、結果としてパフォーマンスを高める。この事例はその可能性を示す素晴らしい例です。ここで、インポスター症候群という考え方がどのように生まれ、広がったのかという歴史を振り返ってみましょう。始まりは1978年です。心理学者のポーリン・クランスとスザンヌ・インマンが論文で初めて偽物症候群という言葉を提唱しました。当時は主に女性の研究者や高学歴の人に見られる現象だと考えられていました。社会が求める役割と実際の自分の在り方のズレが原因とされていたのです。転換点が訪れたのは1990年代後半です。IT バブルとともに常に高い成果を出し続けるというハイパフォーマンス文化が浸透しました。これによりスタートアップの創業者や若手エンジニアなど男性の間にもこの感情が広がり始めました。この時期、外からの報酬が内側から湧き出るやる気を邪魔するというメカニズムの研究も進みました。そして近年、この感情をさらに加速させている要因があります。一つは SNS です。インスタグラムやリンクトインで他人の成功体験ばかりが目に入るため、自分と比較して不安が強まってしまいます。また、パンデミックによるリモートワークの増加も影響しています。誰がどう評価されているのかという基準が曖昧になり、オンライン上の評価がリアルタイムで見えることで、自分を厳しく批判しすぎるケースが増えました。さらに、多様性を推進する DEI という政策が進む一方で、マイノリティの人たちが、自分は本当にここにいていいのかという疑念を抱きやすく、新たな形でこの感情が現れています。こうした現象には、神経科学な裏付けもあります。2021年のハーバード大学の研究では、fMRI という装置を使い、脳の活動を調べました。インポスター感情が強い人は、前頭前皮質の活動が低下し、帯状回という部分が過剰に活動していることが分かりました。前頭前皮質の活動が低いと、自分を客観に評価して調整する力が弱まります。一方で帯状回が活発すぎると、ミスを過剰に気にしたり、不安が増幅したりします。脳内の物質も関係しています。ドーパミン系の働きが弱いと、成功してもそれを自分の実力として受け入れにくくなります。また、セロトニン受容体の個体差が過度な自己批判に関わっているという遺伝子の研究も進んでいます。最近では、ウェアラブルな脳波測定デバイスと AI を組み合わせた実験も行われています。不安が高まる瞬間にシータ波が増えることを検知し、すぐに呼吸を整えさせたり、肯定な言葉をかけたりするニューロフィードバックというシステムが期待されています。これらを踏まえた未来のサポートモデルとして、ハイブリッドエコシステムを提案します。まずは診断フェーズです。インポスターインサイトでスコアを出し、脳波や心拍変動などの神経指標を統合して、その人専用の感情プロフィールを作成します。次に介入の選択です。認知行動療法やマインドフルネス、AI コーチングなどから最適な組み合わせを選びます。実装フェーズでは、スマートウォッチや AR グラスを使い、リアルタイムで呼吸のリズムや姿勢の矯正を伝えます。必要であれば、バーチャルカウンセラーが対話形式でサポートします。最後に評価と再調整です。毎月のスコア変化と仕事の成果を照らし合わせ、サポート内容を自動に最適化していきます。このエコシステムは4つの層で構成されます。行動や音声などのデータを安全に管理するデータレイヤー、説明可能な AI を用いて、結果を分かりやすく見せる分析レイヤー、チャットボットや VR 空間を提供するインタラクションレイヤー、そして GDPR などの法規制を守り、ユーザーがいつでもデータを消せる権利を保証するガバナンスレイヤーです。また、個人のケアだけでなく、
組織レベルでの制度改革も必要です。評価制度では、結果だけでなくプロセスを重視します。目標を達成するまでの試行錯誤や学習の過程を評価に組み込むのです。また、同僚からの肯定なコメントを匿名で集計し、自分の認識と実際の評価のズレを可視化する仕組みを導入します。失敗を許容する文化づくりとしては、週に一度、失敗事例と教訓を共有するミーティングを行います。発表者は匿名でも構いません。さらに、予算の 10% を失敗リスク基金として確保し、新しい挑戦による失敗で経済な罰を受けない環境を整えます。メンタルヘルスのインフラ整備も不可欠です。AI が感情の変化を検知した瞬間に、専門家とビデオ通話ができるリンクを提示するオンデマンドカウンセリングや、短い時間でできる呼吸法や日記のテンプレートをまとめたセルフケアライブラリを社内に蓄積します。もちろん、こうした取り組みには倫理な配慮と法な枠組みが欠かせません。感情データは重要な個人データです。取得目をはっきりさせ、利用期間を限定し、忘れられる権利を保障するインターフェースを必ず設置しなければなりません。また、AI の判断がブラックボックスになってはいけません。なぜそのようなスコアになったのかという根拠をユーザーに見せる説明責任が求められます。さらに、データの偏りによるバイアスも取り除く必要があります。性別や年齢、文化な背景によって、特定の人だけが過剰に不安だと判定されないよう、多様なデータを集め、定期に性能を評価し続ける必要があります。ここまで、インポスター感情をデジタルで測定し、サポートする最新技術から、企業の事例、歴史、脳科学、そして組織改革まで幅広く見てきました。大切なのは、テクノロジー把握まで補助な道具であり、根底にあるのは人間同士の共感と信頼であるということです。次回は、実際に開発されたニューロフィードバックウェアラブルの試作品を使い、リアルタイムで感情を可視化するデモンストレーションを行います。また、皆さんから寄せられたキャリア転換や育児、介護との両立に関する具体な悩みにも答えていきます。ぜひコメント欄で教えてください。インポスター感情は、あなた一人だけが抱える悩みではなく、社会の仕組みやテクノロジーが作り出した共通の現象です。自分自身のケアと同時に、組織全体で失敗を許し、成長を喜び合う文化を育てることが、根本な解決への鍵となります。自分自身をありのままに受け入れられる社会を共に作っていきましょう。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後にこの感情の起源について社会学な視点から少し触れておきます。インポスター感情という言葉は1970年代に登場しましたが、その根底にある自己正当化の仕組みは古くからありました。産業革命の時代、新しい機会に不安を感じた工場労働者が、自分はこの仕事に向いていないと感じた体験は、現代のプログラマーが抱く不安と本質に同じです。19世紀末の女性参政権運動でも、自分の意見は受け入れられないという疑念が語られており、これは現代のガラスの天井という問題にもつながっています。社会学ではこれを期待不一致理論と呼びます。外から求められる成功の基準と、自分自身の評価との間にギャップがあるとき、この感情が生まれます。特に競争が激しい組織では、一度の失敗が自分の価値を下げてしまうという恐怖が、この感情を強く引き起こすのです。誰かとつながりたいという気持ちから、自分を守るために完璧主義になりすぎてしまうことがあります。その結果、本当の自分ではない、偽りの自分を作り上げて演じてしまうことがあるのです。さて、ここからは世界各地でどのような傾向があるのかを見ていきましょう。ヨーロッパ、北アメリカ、そしてアジアの3つの地域を比べた調査があります。ヨーロッパの国々では、福祉が充実していて、働く時間もしっかりと決められています。そのため、自分には能力があると感じる人が多い一方で、不思議なことに、自分は偽物だという感覚を持つ人も同じように多い傾向にありました。これは、社会なサポートがしっかりしているからこそ、かえって他人と自分を比べてしまいやすくなるという、
逆説な現象だと考えられています。北アメリカでは個人の力が重視される文化です。成功すれば自信につながりますが、一方で失敗するとそれは自分の人間としての欠陥だと思い込みやすいリスクがあります。実際に新しい事業を始めるスタートアップ企業の従業員のおよそ10人中4、50% 近くの人が自分は詐称者だと感じていると答えました。特に女性の創業者の間でこの傾向が強く出ることが分かっています。そして日本や韓国を含むアジア圏では集団を大切にする文化や年上の人を敬う上下関係が強く残っています。そのため上司や先輩からどう評価されるかが自分の自信に大きく影響します。特に大学院に通う若い世代の人たちが周りに追いつけていないと感じる頻度が最も高いことが分かりました。これは周りに合わせなければならないという同調圧力と結果だけを求める成果至上主義という2つの強い圧力に挟まれていることが原因です。次に未来の技術と倫理について考えてみましょう。まずは脳波を使ったリアルタイムのフィードバックです。次世代のウェアラブルデバイスを使えば体に負担をかけずに脳の前頭前皮質で起こるアルファ波の変化を読み取ることができます。自分は偽物だという不安が一定のラインを越えた瞬間にデバイスが小さな振動で知らせてくれます。この仕組みと考え方の癖を直すトレーニングを組み合わせることで不安が心に深く根付く前に早めに手を打つことができるようになります。またデジタル上のアイデンティティを地図のように可視化する試みもあります。インターネットでの行動履歴や SNS への投稿、検索した言葉などをまとめて自分の考え方のマップを作ります。AI が自分ではこう思っているけれど実際はこうであるという自己評価のズレをはっきりと見せてくれます。これにより本当の自分と演じている自分の距離を測ることができるようになります。もちろんプライバシーを守るためデータはすべて端末の中で暗号化され外部に送るかどうかは本人が選べる仕組みになります。しかしこうした高度なモニタリングが広がると倫理な問題も出てきます。例えば会社が従業員の不安スコアを仕事の評価に組み込んでしまう危険性があるかもしれません。そこで国際標準化機構 ISO に対して感情データの利用に関する透明性の指標を作るよう提案すべきです。データの使い道や保存期間、誰に提供するかを明確にしたラベルをつけることを義務付ける必要があります。では、個人で今すぐできる具体な道具箱、ツールキットをご紹介します。一つ目は、セルフモニタリング日記です。毎朝起きた時と寝る前に、不安の強さを0から10の数字で書き出し、何がきっかけでそう感じたかを記録します。週末にそれを振り返ることで、自分の不安のパターンを見つけ出し、対策を立てることができます。2つ目は、考え方を書き換えるカードです。失敗したから自分には価値がない、という考えを、失敗は学ぶチャンスだ、という考えに置き換えるためのカードセットです。カードの裏側には、ドーパミンが出て学習効果が高まるという科学な根拠が書いてあり、客観に自分を納得させることができます。3つ目は、呼吸を整えるアプリです。スマートフォンのマイクで呼吸の音を分析し、5秒吸って5秒吐くというリズムを音声でガイドしてくれます。呼吸が安定すると、心拍の変動が改善され、不安による体の緊張を和らげることができます。4つ目は、仲間と支え合うサークルです。同僚や友人と月に一度、小さなグループで経験談を共有します。名前を出さずに話しても構いません。他人から肯定な言葉をリアルタイムでもらうことで、歪んでしまった自己評価を正していくことができます。さらに、コミュニティ主導の支援ネットワークとして、オープンソースのプロジェクトも動いています。世界中の研究者やエンジニアが協力して、不安を測定する計算仕組み、アルゴリズムを誰でも使えるようにしています。GitHub という場所で公開されているインポスターセンスというリポジトリには、Python という言語に基づいたデータ処理や
AI の説明可能性を可視化する仕組みが含まれており、誰でも自由にダウンロードして改良できます。参加者は3つの柱で貢献します。1つはデータの品質向上です。さまざまな文化背景を持つ人のデータを集め、偏りをなくす作業を行います。2つ目はアルゴリズムの公平性です。誰に対しても平等に機能するかを定期にチェックします。3つ目はユーザー体験のデザインです。専門家でなくても直感に使える画面設計や多くの言語に対応した説明書を整えます。このような共同開発が進めば、特定の企業に頼ることなく、個人や中小企業が自分たちで心のケアを導入できる基盤が整います。最後に、まとめとしてお話しします。自分は偽物だという感情は、単なる個人の心の弱さではありません。組織の仕組みや社会の制度、そしてテクノロジーが複雑に絡み合って生まれる、社会全体の課題です。ですから、一つの道具や研修だけで解決することはできません。私たち一人一人が、失敗は成長の証であるという認識を共有し、日常に本当の自分を語り合える場所を作ることが大切です。ここまでお話しした一人一人に合わせた計画や組織を変える具体策、そしてオープンソースの取り組み、これらがすべて組み合わさることで初めて本当の効果を発揮します。そこで皆さんに3つの行動を提案します。1つ目は自分の不安スコアを測り、その結果を同僚と共有してみてください。スコアはあなたを決めつけるラベルではなく、改善するための出発点として使いましょう。2つ目は、会社の評価制度に、結果だけでなくプロセスを評価する項目を提案し、計画を立ててみてください。失敗した事例を共有する会を定期に開くことで、組織全体のしぶとさを高めることができます。3つ目は、オープンソースプロジェクトに参加し、データの収集やコードのチェックを通じて、公平な仕組み作りに貢献してください。自らが作り手になることで、テクノロジーへの不安を乗り越えることができます。自分は偽物だという感情と向き合う旅は、決して一人ではありません。共に学び、実践し、未来の働き方を一緒に作り上げていく仲間がここにいます。次回の動画では、実際に開発された脳波フィードバックのウェアラブルデバイスを装着し、不安な感情がリアルタイムでどう変化するかをライブで実演します。ぜひライブ配信のコメント欄で質問や感想を聞かせてください。それでは引き続き自分を探求する旅を楽しみながら共に成長できる社会を築いていきましょう。